球に大規模な隕石が落ちたら、地球への影響は想像できますが、それ以外の規模の隕石が落ちた場合、どのような影響があるのでしょうか。大規模な隕石が地球に落ちた場合、隕石が大気圏内で爆発し、巨大な火球やショックウェーブを引き起こす可能性があり、地表には大量のエネルギーが放出されます。地表に直撃した場合、数十キロメートル以上の直径を持つクレーターを形成し、巨大な火山の噴火のような破壊をもたらす可能性があります。これらの隕石の影響は地球規模であり、気候変動や大規模な絶滅事象を引き起こす可能性があります。このように大規模な隕石が落ちた場合の影響は一般的に広く認識されています。では、その他の規模の隕石が地球に落ちた場合、地球への影響はあるのでしょうか。今回は小規模、中規模の隕石が落ちた時の地球への影響、そして隕石の監視を行う国際的な宇宙監視ネットワークの取り組みについてお話しします。小規模な隕石。隕石は宇宙空間から地球に落ちてくる岩石や金属の塊を指し、そのサイズには様々な種類があります。小規模な隕石は通常直径がメートル以下であり、非常に小さなものから数メートル程度のものまで様々です。このサイズの隕石は大気圏内で燃え尽きることが多いため、地上にはほとんど影響を与えません。小規模な隕石が地球に接近すると大気圏に突入します。この段階で隕石は大気との摩擦によって非常に高温に加熱されます。結果として隕石は発光し、地上からは明るい火球として観測されることがあります。この現象は一般的にメテオとして知られており、私たちはこれを時折夜空で見ることがあります。小規模な隕石は大気圏内で燃え尽きることがほとんどですが、時折大気中で爆発することがあります。この爆発は明るい火球の形成と同時に爆音や音爆を伴うことがあります。これは地上の人々に驚きや興奮をもたらすことがありますが、通常地上に直接的な影響はありません。小規模な隕石の地上への到達は非常に稀な出来事であり、大きな懸念事項ではないため、小規模な隕石の地球への影響は限定的です。したがって一般的には明るい火球や音爆として楽しむことができ、安全に観察されます。中規模な隕石。中規模な隕石は数メートルから数十メートルの大きさを持ち、大気圏内で燃え尽きずに地上に到達する可能性が高まります。大気圏は地球を取り囲む空気の層であり、隕石はこの層に突入することで大気抵抗を受けます。この段階で隕石は速度を減少させ、中規模な隕石は大気圏内で完全に燃焼しない場合があります。隕石が地表に直撃すると小規模なクレーターが形成されます。これは隕石が地面に衝突した際に地面を掘削し、くぼみを作る現象です。ただし、これらのクレーターは通常中規模なものであり、大規模な地形変化は起こりません。隕石の地表への衝突は地域レベルで影響を及ぼす可能性があります。隕石が地表に激突すると衝撃波が発生し、周辺地域に振動や地震のような現象を引き起こすことがあります。これにより建物や地盤に損害が生じる可能性があります。ただし、中規模な隕石の地球への衝突は比較的稀であり、大規模な被害をもたらすことは通常ありません。そのため、安全に注意を払いながら、この種の出来事を観察し、適切な対策を講じることが大切です。隕石の影響を緩和するために、国際的な宇宙監視ネットワークは、隕石の監視と地球への衝突の予測など、特定の分野に焦点を当てた取り組みを通じて、人類の安全と環境保護に対する不可欠な役割を果たしています。
このネットワークは専門家、科学者、宇宙機関、国際機関、大学、研究機関など、様々な組織からの協力を通じて運営されています。宇宙監視ネットワークは、特殊な望遠鏡、センサー、レーダー、衛星、コンピューターを用いたシミュレーションなどの技術を活用して、宇宙からの隕石を追跡し、その動きを監視します。これにより、次の目的を達成します。宇宙から地球に接近する隕石を早期に検出し、その存在を確認します。小さな隕石から大きな隕石まで、様々なサイズの天体を捉えることができます。隕石の軌道を正確に計算し、その将来の位置を予測します。これにより、地球への接近や衝突の可能性を評価します。隕石が地球に接近し、特に危険な軌道にある場合、国際的な宇宙監視ネットワークは事前警告を発します。これにより、当局や政府は必要な対策を講じるための時間的余裕を得ることができます。事前警告は避難計画の立案や対策の実施に役立ちます。隕石の地球への衝突は生態系への深刻な影響を及ぼす可能性があります。早期警告と対策の実施により、環境へのダメージを最小限に抑えることができます。隕石の研究は宇宙の成り立ちや地球の歴史を理解するために貴重な情報を提供します。隕石の落下地点を正確に知ることで、科学者は新たな知見を得る機会を得ます。国際的な宇宙監視ネットワークは、隕石の監視技術の向上を続けており、より正確な予測と警告を提供するために取り組んでいます。このように、国際的な宇宙監視ネットワークでは、地球への隕石の影響を監視し、防御策を検討する国際的な取り組みが行われており、安全性を確保するための努力が続けられています。NASA は今年、23年後に地球への衝突の可能性を持つ小惑星を発見したと報告しています。小惑星 2023DW は直径約50メートルの小さな天体で、2046年2月14日に地球へ接近する予定です。この小惑星は太陽の周りを周回し、地球に複数回接近することが予想されていますが、最も近づく時でも地球から約180万キロの距離を保ちます。現在の予測では、この小惑星が地球に衝突する確率は約625分の1とされており、NASA は継続的に観測を行い、新たなデータに基づいて予測を更新する予定です。もし衝突した場合、大都市や人口密集地域に深刻な被害をもたらす可能性がありますが、恐竜を絶滅させた巨大隕石ほどの影響はないと考えられています。2023DW は鳥のスケールでレベル1に分類され、追加観測が必要な天体とされています。現時点での衝突の可能性は低いものの、科学者は引き続き慎重に監視を続けています。それではまた次の動画でお会いしましょう。